にちは。こんにちは。馬夫婦です。今回はポータブル電源について紹介したいと思います。最近エブリィのカスタムについて紹介をしているんですけど、その中で電気問題、車の中でどういう風に電気を使っているかというところ、結構質問を多くいただくので、そこについて紹介していきたいと思います。私たちも車で生活する上で電気がすごく大事だなと思っていろいろ考えたんですけど、結論から言うとポータブル電源とソーラーパネルを組み合わせて使うことにしました。ソーラーパネルと合わせてサブバッテリーを使っている方も多いと思うんですけど、インバーターとか配線とかいろいろ難しそうで自分たちには厳しいかなと思って手軽なポータブル電源を選びました。今回紹介するバッテリーはこれです。ブルーティーの AC200MAX になります。前提としてこのエブリィで生活することになるので 2000Wh 以上の大容量がいいなというのはあって、その中でこの AC200MAX にした理由は3つあります。1つ目は収納のしやすさです。これは形がまず四角なのがよくって、それも自分たちは収納する箱に入れるのでこの形がまずベストだなと思ったのと、あとはここに取っ手があるんですけど、これもこの四角の中に収まっていてデッドスペースがないなと思いました。あと充電ポートの場所もすごく良くて、これは正面のこの上の方に全部まとまっていて、これだと箱にしまった時に使いやすさがあるなと思って、それもポイントです。2つ目は拡張できるところです。このモデルは拡張できるタイプのものになっていて、下が拡張バッテリーになっています。この AC200MAX も 2000Wh ぐらいあるんですけど、それだとなんとなく心配だったので、下の、同じぐらいの 2000Wh ぐらいの拡張バッテリーをつけて合計 4000Wh ぐらいのもので使っています。こんぐらいあればちょっと安心だよね。安心かも。足りるかわからんけどね。確かに。3つ目はソーラー充電ができることです。これにはソーラー充電できるケーブルがついていて、ソーラーパネル自体は別途必要なんですけど、それに簡単に接続ができるようになっています。ソーラー充電するためのケーブルが2本あって、そのうちの1本がこの赤と黒のもので、これはソーラーパネルに直接つなぐもので、もう1個がポータブル電源の本体につなぐ方で、この青い部分をこのインプットのところに合わせてつなげばソーラーパネルに直接つなぐことができます。ブルーティーには PV350 というソーラーパネルがあって、それもかなり高出力で使い勝手がいいものになっていて、私たちも使ったことがあるんですけど、実際充電速度も速くて結構いいよね。ただやっぱり日本一周行くってなった時に、常に充電しておけるものがいいなというのと、車の上に固定できるものだとなおいいなと思って別でソーラーパネルは用意しています。普段のキャンプで使う分には、持ち運びできる方の方が絶対いいよね。すぐその場で開けるしね。ただやっぱ収納面がね、そうね、私たちの車の中に入れるって考えた時に外付けできる方がいいなって思ったんだよね。僕たちはレノジーの単形小パネル 100W のパネルを2枚ルーフに積んでるんですけど、配線についてはソーラーパネル2枚を並列つなぎでつなぐために MC4 コネクタを使っていて、そこからさらに延長ケーブルを使ってリアドアの方から下の方に持ってきて、それをさっきのケーブルにつないでバッテリーを充電しています。ポータブル電源はこの箱の中に AC200MAX と拡張バッテリーと2つの箱に分けて入れてます。唯一の難点としてはちょっとこの接続のケーブルが太いことかなね。ちょっとその収納の箱の中で場所取っちゃうから、まあそこぐらいかな。収納にしまうとこんな感じになるんですけど、一応ボタンとかがこういじれるように前を開けて正面からこう使えるようになっています。自分たちは結構機材をたくさん使うので、カメラとかスマホとか
Wi-Fi とかパソコンとか、それらをこういう風にたくさんポートがあるので、同時に充電しても大丈夫なぐらい。今自分たちの機材ほぼフルでつけてるんですけど、 DC と AC 合わせても 130W ぐらい使ってるような状態です。今はソーラーパネルはつないでないから入ってない感じになるんですけど、画面で管理できるっていうのはめちゃめちゃうんうん分かりやすくていいよね。ね、どれぐらい使ってるかがすぐ見えるもんね。うん。それはすごく便利だし、たまにね、消費能が多い時とかね、ちょっと減らそうとか調整できるから、うん。それはすごくありがたい。今お湯を沸かしてるんですけど、こんな感じで 1000W 超えの大きい家電も使えるのですごく便利だし、例えばドライヤーとかホットプレートとかね、うん。結構料理するときに使えるような大きい家電も使えるから日本一周に向けてね、絶対便利だよね。うん。前ね、たこ焼きしても、全然ね、問題なく使えたよね。うん。どっちかっていうと気になったのは蒸される感じだよね。ああ、車内がそうそう、ブルーのとか、この辺りぐらいのものばっかり。そういう時に扇風機とかね、うんまた使えばいいし。お沸いた。ちょうど沸いた。いやーいいね。すぐこうやってね、粉コーヒーとかあれば飲めるからいい。まずスプーン忘れた。今お湯沸かして 96% から94%、2% しか減らなかった。まあ、ポット沸かしたぐらいだと全然減らない。そうね。ね。うん。あとはやっぱり長い時間料理するとか、そういう時の方がやっぱり使うね。うん。そうなるとやっぱり上からソーラーでこう充電できてるのってありがたいなって。そうね。思うね。今扇風機と車の中のライトを全部つけてる状態で、こっちが出力 62W になっていて、こっちはインプットなんだけどソーラーパネルをつないでて、今日結構晴れてる日に 120W ぐらいですね。前はね、もうちょっと言ってたんだっけ？うん。140から150ぐらい。うんうん。多分それ太陽の向きとか、うん、あとはソーラーがちょっと汚れてるっていうのもあるかもしれない。うんうん。なんか砂だらけになってるかもね。ちょっと。まあそれでも今使ってる量以上に入ってきてるから、まあ、使うものによってね、ここは前後しちゃうけど、うん、やっぱりこれだけ入ると、ソーラーの意味ってでかいよね。でかい。うん。まあそんな感じでソーラーと、充電、うん、両方しながらパススルー機能を最大限使ってます。うんうん。このモニター画面はスマホの専用アプリでも見れるようになってて、電源のオンオフもスマホのアプリでできる。こんな感じで、オン、見えた今。DC、オフ、DC、オン、みたいな感じで、リモート操作もできるようになってます。いいよね。うん。まあ、どうだろう。車の中にいたら意外と使わないかもしれないけどね。例えば前の席から電気つけたり消したりそうだね。とか、うん、もうカメラ充電されたなと思ったら消したりとか、うんうん、意外と使う場面はあるかもしれない。確かにライトとかずっとつなぎっぱなしだから、うん、そういう時便利かもね。うん、こんな感じで私たちは車の中で電気を使っています。今までこれを使って1週間ぐらいかな、の旅には出たことあるんですけど、それ以上がないので、もしかしたら使ってるうちに何か変更などあるかもしれませんが、その時にはまた紹介したいと思います。この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画で。バイバーイ。